でしょ。はい、ということでせっかくなら特別なことがしたいと思いまして、こちら用意しました。ババン、ハロウィン特別企画、ウルシーなおすすめ本紹介。はい、ということでね、今回はちょっと特別企画をね用意させていただきましたよ。なんでかって、ちょっとみんなに伝えたいメッセージがねあったので、この本をね紹介して届けたいなと思いました。でね、なんでこの本選んだかっていうところで、今さコロナでもう経済も乱れてるしさ、テレビのニュースはもう辛い内容のものばっかり続いてるでしょ。今日もさ、せっかくのハロウィンなんだから友達とパーティーしたかったよ、外に出て遊びたかったよとかいろいろあるんじゃないかなと思うわけよ、わっちは。そこで今回わっちがハロウィンにおすすめする絵本、煙突町のプペルです。いや、この本はね、まず世界観が素晴らしい。まずね、4000メートルの崖に囲まれた煙だらけの街なの。もう見上げても何にもない煙しかない。でもその向こうには星があるって信じてた少年がいたの。その少年はね、星なんてあるわけないだろってみんなに叩かれてたの。煙しかないからね、みんな信じてなかったの。それでもその少年だけは星があるって信じ続けた。その男の子の奇跡の物語です。今の世の中さ、やっぱ何かと不安でね、もう自粛生活も長かったし、今年という1年がさ、もうただ流れちゃってるっていう人も多いかもしれない。でもその中でさ、みんなは何を思って何を信じてる？今だからこそ、そのみんなが思ってる夢、それをね信じてもいいんじゃないかなということで、この本持ってきました。ではでは早速行ってみよう。ダン！信じ抜くんだ、たとえ一人になっても。4000メートルの崖に囲まれ、外の世界を知らない町がありました。町は煙突だらけ。そこかしこから煙が上がり、頭の上はもっくもく。朝から晩までもっくもく。煙突の町に住む人は黒い煙に閉じ込められて、青い空を知りません。輝く星を知りません。町は今ハロウィン祭りの真っ只中。魔除けの煙も加わっていつも以上にもっくもく。ある時、夜空をかける配達屋さんが煙を吸って咳き込んで、配達中の心臓をうっかり落としてしまいました。さすがに視界はこの悪さ、どこに落ちたかわかりません。配達屋さんはさっさと諦め、夜の向こうへスタコラさっさ。ドク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 。煙突の町の片隅であの心臓が鳴っています。心臓は町の外れのゴミ山に落ちました。どくどく暴れる心臓にゴミがあれこれくっついて、ついに生まれたゴミ人間。頭はバサバサ、オンボロガサ。口からガスがプスハッハッ。とっても汚いゴミ人間。とっても臭いゴミ人間。耳を澄ますと遠くから鐘の音が聞こえてきました。どうやら自分の他にも誰かいるようです。ゴミ人間はゴミ山を出ました。町に行くと化け物たちがうようよ。やい、ずいぶんおかしな格好しているじゃないか。振り返ると、そこに立っていたのはかぼちゃのお化け。なんだい君は。地獄の豪華を飲み込んでハロウィンの夜を怪しく照らす。俺の名はジャック・オーランタン。いろんな化け物たちがゴミ人間のところに集まってきました。みんなが恐れる夜の支配者、魔女だよ。悪魔の科学者が生み出したモンスター。
フランケン様とは俺のことだ。死ぬことを教えた。私はゾンビ。みんな揃ってこう聞いてきます。ところで君は一体何者だ？僕はゴミ人間だ。化け物たちは一斉に笑いました。化け物たちの仲間に加わったゴミ人間は、トリックオアトリート、トリックオアトリート、おやつをよこさないといたずらをするぞ。と家々を回り、大人たちからおやつを分けてもらいました。そして自分より小さな子供たちには風船をプレゼントして回りました。ゴミ人間が膨らませた風船はプカプカ浮かんで、子供たちは大喜び。よし、次の家だ。行こうぜゴミ人間。あちこち回り、化け物たちのポケットはおやつでいっぱいになりました。時計台の鐘が鳴り、みんな帰り支度を始めます。ゴミ人間は仲間の一人に話しかけました。ハロウィンは楽しいね。また明日もやろうね。何言ってんだよゴミ人間。ハロウィンは今日までだぜ。そう言うと、化け物たちは次々にマスクを脱ぎ始めます。かぼちゃの中からは少年のアントニオが、魔女の中からは少女のレベッカがそれぞれ出てきました。なんとみんなは化け物の仮装をしていたのです。どうしたんだよ。お前も脱げよゴミ人間。そうよ、そんなに汚い仮装、あなたも嫌でしょ。レベッカがゴミ人間の頭を引っ張った時でした。レベッカが大きな声を上げました。こいつ仮装じゃない。少年たちはゴミ人間からさっと離れました。あっちへ行け化け物。街から出て行けゴミ人間。海に流されてしまえ。少年たちは次々に汚い言葉を浴びせました。ゴミ人間の噂はすぐに街中に広まりました。ゴミ人間だ。化け物が現れた。ゴミ人間が話しかけても、あっちへ行けよゴミ人間。匂いが移る。と相手にしてもらえません。ゴミ人間はベンチに腰をかけ、プスッハッハッと臭いため息をこぼしました。そんな時でした。君が噂のゴミ人間か。それ仮装じゃないんだって？振り返れば体中すすだらけの少年が立っていました。少年はゴミ人間の正体を知っても逃げようとはしません。僕は煙突掃除屋のルビッチ。君は？名前がなければつければいい。そうだな。ハロウィンの日に現れたから、君の名前はハロウィンプペルだ。ハロウィンプペル、君はこんなところで何してるんだい？誰も遊んでくれないんだよ。プペルがそう言うと、ルビッチはわははと笑いました。そりゃそうだろうねプペル。君は汚いし、それにずいぶん臭い。言ってくれるね。そういうルビッチだって真っ黒けっけじゃないか。今は仕事の帰りだからね。この通りすすまみれ。煙突掃除は大人の仕事だろ。うちには父ちゃんがいないから僕が働かなきゃいけないんだ。それよりそんな匂いじゃ嫌われて当たり前。うちの庭で体を洗いなよ。いいの？僕も体を洗わないと家に上がれないからね。ついでに君も洗うといい。ルビッチは僕を避けないね。なんだか懐かしい匂いがするんだよ。
僕が捨てたパンツでも混じってんじゃない？ルビッチはプペルの体を隅々まで洗ってくれました。汚れはきれいに落ちて、匂いはずいぶんマシになりました。ありがとうルビッチ。でも口が臭いね。息を吐いてごらん。プペルは息を吐きました。こりゃ臭い。プペル、それはガスだよ。磨いたって無駄だね。二人は遅くまで一緒にいました。あなた、今日ゴミ人間と遊んだの？大丈夫だよ母ちゃん。プペルは悪いやつじゃない。その好奇心は父ちゃん譲りだね。町でただ一人の漁師だったルビッチのお父さんは、去年の冬に波に飲まれ死んでしまいました。見つかったのはボロボロに壊れた漁船だけ。この町では海には魔物がいると信じられていて、海に出ることを禁止されていたので、町の人たちは自業自得だと言いました。ねえ、母ちゃんは父ちゃんのどこが良かったの？照れ屋で可愛いところもあったでしょ。嬉しいことがあるとすぐにこうやって人差し指で鼻の下をこすって。次の日、プペルとルビッチは煙突の上に登りました。怖いよルビッチ。しっかり捕まっていれば平気さ。だけど突風が吹くから落とし物には気をつけてね。何か落とし物をしたことがあるの？うん。父ちゃんの写真が入った銀のペンダント。父ちゃんの写真はあれ1枚しか残っていないのに、探しても見つからなかったんだ。ルビッチはドブ川を指して言いました。あのドブ川に落ちたのさ。ねえプペル、星って知ってるかい？星？この町は煙で覆われているだろ。だから僕らには見ることができないけど、あの煙の上には星と呼ばれる光り輝く石っころが浮かんでるんだ。それも1個や2個じゃないよ。1000個、1万個、もっともっと。そんなバカな話があるもんか。嘘っぱちだろ。僕の父ちゃんがその星を見たんだ。遠くの海に出た時にね。ある場所で頭の上の煙がなくなって、そこには光り輝く星がたくさん浮かんでいたんだって。町の人は誰も信じなくて、父ちゃんは嘘つき呼ばわりされたまま死んじゃったんだ。でも父ちゃんは煙の上には星があるって言ってね、星を見る方法を僕に教えてくれたんだよ。ルビッチは黒い煙を見上げて言いました。信じ抜くんだ、たとえ一人になっても。次の日、待ち合わせ場所に来たプペルはまた臭い匂いを出していました。次の日も、そのまた次の日もそうです。プペルの体は洗っても洗っても臭くなるね。ルビッチは臭い臭いと鼻をつまみながらも毎日体を洗ってくれました。ある日のこと、プペルは変わり果てた姿で現れました。どうしたんだいプペル、一体何があったんだい？なんとプペルの左耳についていたゴミが取れています。僕がいると街が汚れるんだってさ。耳は聞こえるのかい？いや、左耳からは何も聞こえなくなった。左耳のゴミが取れると左耳が聞こえなくなるらしい。アントニオたちの仕業だね。なんてひどいことをするんだ。僕は化け物だから仕方ないよ。次の日、ルビッチはアントニオたちに囲まれてしまいました。やいルビッチ、デニスが風邪で倒れたんだよ。
ゴミ人間からもらったばい菌が原因じゃねえのか？プペルはちゃんと体を洗っているよ。ばい菌なんてない。とんだ嘘をつきやがる。昨日もあのゴミ人間は臭かったぞ。お前の家は親子揃って嘘つきだ。確かにプペルの体はいくら洗っても次の日には臭くなっていました。ルビッチには返す言葉がありません。なんでゴミ人間なんかと遊んでんだよ。空気を読めよ。お前もこっちに来い。帰り道、とぼとぼと歩くルビッチのもとにプペルがやってきました。ねえルビッチ、遊びに行こうよ。また臭くなってるじゃないか。そのせいで僕は今日学校でいじめられたんだ。いくら洗っても臭くなる君の体のせいで。ごめんよルビッチ。もう君とは会えないよ。もう君とは遊ばない。それから2人が会うことはなくなりました。プペルはルビッチと会わなくなってから体を洗うこともなくなり、ますます汚れてゆき、ハエがたかり、どんどん汚く、どんどん臭くなっていきました。プペルの評判は悪くなる一方です。もう誰もプペルに近づこうとはしません。ある静かな夜、ルビッチの部屋の窓がコツコツと鳴りました。窓に目をやると、そこにはすっかり変わり果てたプペルの姿がありました。体はどす黒く、片方の腕もありません。またアントニオたちにやられたのでしょう。ルビッチは慌てて窓を開けました。どうしたんだいプペル。僕たちはもう。行こう。何を言ってるんだい。行こうルビッチ。ちょっと待ってよ。どうしたって言うんだい。急がなきゃ。僕の命が取られる前に行こう。どこに行くんだよ。急がなきゃ急がなきゃ。たどり着いたのは人も寄りつかない砂浜。行こうルビッチ。さあ乗って。何言ってんだよ。この船は壊れているから進まないよ。お構いなしにプペルはポケットから大量の風船を取り出し、ふうふうふうと息を吹き込み、風船を膨らませます。おいプペル、何してんだよ。急がなきゃ急がなきゃ。僕の命が取られる前に。プペルは膨らませた風船を一つずつ船に結びつけていきました。船には数百個の風船が取り付けられました。行くよルビッチ。どこへ？煙の上。プペルは船を止めていたロープをほどいて言いました。星を見に行こう。風船をつけた船はゆっくりと浮かんでいきます。ちょっと大丈夫かいこれ。こんな高さから街を見下ろすのは初めてです。街の夜景はとても綺麗でした。さあ息を止めて。そろそろ煙の中に入るよ。ゴー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 。煙の中は何も見えません。ただただ真っ暗です。ゴーゴーという風の音に混じってプペルの声が聞こえます。しっかり捕まるんだよルビッチ。上に行けば行くほど
風はどんどん強くなっていきました。ルビッチ、上を見てごらん。煙を抜けるよ。目を閉じちゃダメだ。ゴーゴーゴー。父ちゃんは嘘つきじゃなかった。そこは数えきれないほどの光で埋め尽くされていました。しばらく眺め、そしてプペルが言いました。帰りはね、風船を船から外せばいいんだけれど、いっぺんに外しちゃダメだよ。いっぺんに外すと急に落っこちちゃうから、一つずつ、一つずつ。何言ってんだよ、プペル。一緒に帰るんだろ？君と一緒にいられるのはここまでだ。僕は君と一緒に星を見ることができて本当によかったよ。何言ってるんだよ。一緒に帰ろうよ。あのね、ルビッチ。君がなくしたペンダントをずっと探していたんだ。あのドブ川のゴミはゴミ処理場に流れ着くからさ。きっとそこにあると思ってね。僕、ゴミ山で生まれたゴミ人間だから、ゴミを漁ることには慣れっこなんだ。あの日から毎日ゴミの中を探したんだけど、全然見つからなくて、10日もあれば見つかると思ったんだけど。プペル、そのせいで君の体は。僕、あれだけひどいことをしちゃったのに。構わないよ。君が初めて僕に話しかけてくれたとき、僕は何があっても君の味方でいようと決めたんだ。ルビッチの目から涙がこぼれました。それに、結局ゴミ処理場にはペンダントはなかった。僕はバカだったよ。君が懐かしい匂いがすると言った時に気づくべきだった。プペルは頭のオンボロ傘を開きました。ずっとここにあったんだ。傘の中に銀色のペンダントがぶら下がっていました。君が探していたペンダントはここにあった。僕の脳みそさ。懐かしい匂いの正体はこれだったんだね。僕の左耳についていたゴミがなくなった時、左耳が聞こえなくなった。同じようにこのペンダントがなくなったら僕は動かなくなる。だけどこのペンダントは君のものだ。君と過ごした時間、僕は本当に幸せだったよ。ありがとう、ルビッチ。バイバイ。そう言ってプペルがペンダントを引きちぎろうとした時です。ダメだ！ルビッチがプペルの手を強く掴みました。何をするんだい、ルビッチ！このペンダントは君のものだ。それにこのまま僕が持っていても、そのうちアントニオたちにちぎられて、今度こそ本当になくなってしまう。そしたら君は父さんの写真を見ることができなくなる。一緒に逃げればいいじゃないか。バカなこと言うなよ。僕と一緒にいるところを見つかったら、今度はルビッチが殴られるかもしれないぞ。構わないよ。痛みは2人で分ければいい。せっかく2人いるんだよ。毎日会おうよ、プペル。そうすれば父ちゃんの写真も毎日見ることができる。だから毎日会おう。また毎日一緒に遊ぼう。ゴミ人間の目から涙がボロボロとこぼれました。ルビッチと毎日遊ぶ。それはなんだか遠い昔から願っていたような、そんな不思議な気持ちになりました。プペル、
星はとても綺麗だね。連れてきてくれてありがとう。僕は君と出会えて本当によかったよ。プペルは照れくさくなり、やめてよルビッチ、恥ずかしいじゃないか。そう言って人差し指で鼻の下をこすったのでした。ごめんプペル、僕も気づくのが遅かったよ。そうか、そっか。ハロウィンは死んだ人の魂が帰ってくる日だったね。何のことだいルビッチ。ハロウィンプペル、君の正体が分かったよ。会いに来てくれたんだね、父ちゃん。ということでね、皆さんいかがでしたでしょうか。煙突町のプペル、面白かったかな。私的にね、この本の一番のメッセージは、未来は信じ続けた夢でできているだと思うんだよね。でもさ、他にもいっぱいメッセージがあると思うんだ。ルビッチはお父さんの言葉を信じて夢見た。プペルはルビッチの夢に夢見たんだと思うんだ。誰かの夢が自分の夢になるってすごいことだよね。一番身近なのは家族かな。人によって友達とか恋人とか、あと師匠とか弟子とかの関係、いろいろあると思うんだよね。この本で私はね、夢が叶うってのは本人の信じ続ける勇気と、その夢を信じてくれる誰かの存在がすごく大事なんだなって思ったよ。なんか努力の過程でさ、一人で努力することや一人で悩むことが多いからさ、孤独だって感じることってあるよね。でも見えないところでさ、誰かが動いてくれてるんだよね、いろいろと。本人が気づかないところでさ、なんか後からたくさん助けられてるんだなーって知ることって多いよね。わっちはさ、これからも自分の夢を信じ続ける。これからもね。そしてその夢を信じてくれるギルメンを何よりも大切に思ってるよっていう思いを伝えたかったんですよ聞いていただきありがとうございました。ハロウィン特別企画、ウルシーのおすすめ本紹介